16時間断食を含めた断続的断食が日本のみならず世界でブームになっています。断続的断食は単に体重を減らすだけでなく、健康に様々なメリットをもたらすのですが、他方でデメリットもあるので、この動画では断続的断食のメリットを享受しつつ、そのデメリットを克服する方法を考えたいと思います。第1章、断続的断食の類型と効果と基準。断続的断食とは、減量、生活習慣病対策、高老化のために、12時間を超える断食時間と通常の食事を循環させる食事療法のことです。断食時間を同程度の長さにするのか、断食時間中水しか飲まないのか、制限食も認めるのかによっていくつかの種類に分類できます。細かく分けるとキリがないので、ここでは大まかに3つに分類したいと思います。断続的断食の代表的な方法は、通常食の日と断食の日とを日替わりにする日替わり断食です。ただし、確実で断食を行うのは厳しすぎるので、1週間のうち2日だけ断食するという方法もあります。それも含めて、断食が1日単位の断食を日替わり断食と呼ぶことにしましょう。断食の日にカロリー制限食や絶食模倣食の摂取を認める日替わり断食法は修正日替わり断食と呼ばれます。断食の期間を24時間未満に、従って循環を1日単位に抑える方法が時間制限食です。16時間断食ダイエットは時間制限食の一種です。海外では日替わり断食および修正日替わり断食が主流でしたが、最近では時間制限食も人気です。従来の伝統的なダイエットであるカロリー制限には、カロリー計算が面倒という短所がありました。断続的断食は、この短所がないダイエットとして人気を博しています。非断食時間には、満腹になるまで食べてもよいとはいえ、一貫に食べる量には限度がありますから、自然にカロリー制限がなされます。では、ダイエット効果はどうでしょうか。18の研究の結果をまとめた2021年発表のメタアナリシスによると、断続的断食は継続的カロリー制限と比較して、4つの研究でより大きな体重減少、5つの研究で脂肪量のより大きな減少と関連付けられていて、継続的カロリー制限に勝るとも劣らぬダイエット効果を発揮していることがわかります。断続的断食はしかしながら単に体重を減らし、生活習慣病を改善するだけではありません。カロリー制限と同様に、寿命を延ばすアンチエイジングの効果が期待されています。そのメカニズムを説明しましょう。断食やカロリー制限で摂取エネルギーが減少すると、既存の血糖が消費されてグルコース不足になります。肝臓や筋肉などに蓄えられているグリコーゲンまでが枯渇しそうになると、エネルギー源がグルコースから脂肪由来のケトン体に切り替わります。ケトン体とはアセトサク酸やそこから作られるベータヒドロキシラク酸やアセトンのことです。3つのケトン体のうちアセトンは肺から排出されますが、他の2つはエネルギー産出に使われます。ケトン体の生成は活性酸素を発生させますが、同時にストレス応答性転写因子の NRF2 を活性化することで、多くの抗酸化遺伝子を発現させます。それゆえ、ケトン体の生成は最終的にはむしろ抗酸化を促進するホロミシス効果を発揮します。またエネルギー不足に陥ると、私たちの体はエネルギーを生産しようとして
ATP と NADH を消費し、その結果 ATP に対する ADP と AMP の比率および NADH に対する NAD の比率が上昇します。私たちが摂取する栄養素は糖質であれ、脂質であれ、タンパク質であれ、アセチルコエンザイム A に変換された後、クエン酸回路に入り異化されます。栄養素の摂取量が減ると、青色の線で囲んだ栄養素に対する赤色の線で囲んだ栄養素の比率が高まります。これが栄養不足のサインになるのです。このサインが引き金となって、AMPK とサーチュイン遺伝子の働きが活性化します。両者の間には、このように相互に強め合う作用があります。AMPK とサーチュイン遺伝子が開始するシグナル伝達のカスケードは、脂肪酸化、オートファジーの促進によるエネルギーの産生、脂肪やタンパク質の合成の抑止によるエネルギーの節約、成長因子の抑制による抗腫瘍、抗炎症作用を引き起こします。このような経路で断食やカロリー制限が生活習慣病の改善や抗老化、つまり寿命延長をもたらすということです。ここでアンチエイジングにとって重要なオートファジーについて説明しましょう。オートファジーとは、細胞内の老化したタンパク質や病原菌など有害なタンパク質をリソソームで分解し、それを新たなタンパク質の合成やエネルギーの生産に再利用する受食作用のことです。オートファジーは栄養不足によって活発になり、栄養不足を解消する効果がありますが、結果として新陳代謝による若返りをもたらします。しかし、オートファジーを活性化する断食やカロリー制限には、実は弊害もあります。どのような弊害があって、それをどう克服すればよいかを次の2つの章で示しましょう。第2章、カロリー制限の弊害とその克服法。カロリー制限は私たちの体にどのような影響をもたらすのでしょうか。50歳から60歳の健康な男女18名に12ヶ月間カロリー制限をさせた2007年の試験の結果によると、体重が 10.7% 減ったのに対して、脂肪を除いた筋肉などの重さの方も 3.5% 減りました。筋肉の衰えを詳しく調べると、大腿筋量が 6.9% 減り、膝の屈曲筋力が 7.2% 低下しました。有酸素運動能力の基準である最大酸素摂取量も 6.8% 減りました。筋肉と運動能力が減衰したということです。カロリー制限は筋肉だけでなく骨密度まで減らします。2016年のメタアナリシスによると、カロリー制限で減量すると、4ヶ月以上経過で股関節の骨密度、13ヶ月以上経過で腰部の骨密度を優位に低下させます。筋肉量の減少に骨密度の低下が加わることで、運動機能が低下した状態、いわゆるロコモーティブシンドロームになるリスクが高まります。筋肉量と骨密度の維持に必要なことは、十分な栄養の摂取と適度の運動です。栄養というのは具体的には、タンパク質、カルシウム、ビタミン D、ビタミン K、ビタミン B 群ですが、このうちタンパク質の摂取は要注意です。
タンパク質を摂りすぎると死亡率を高めるという効果があるからです。2014年の米国での調査結果によると、タンパク質摂取量が多い50歳から60歳は少ない人と比べて、18年後のがんによる死亡リスクが4倍増加し、全原因死亡率も 74% 増加しました。ただし、65歳以上の場合、むしろ高タンパク質摂取者の方が、がん及び全原因の死亡率が低くなりました。なぜそうなるのかを説明しましょう。タンパク質の摂取は IGF-1、インスリン様成長因子1を活性化させます。この成長ホルモンは、その名の通り、インスリンに類似した分子構造を持ち、インスリンとともに、こうしたシグナル伝達により、タンパク質と脂質の合成をもたらします。また、このシグナル伝達により、細胞の増殖と分化を促進します。シグナル伝達の連鎖をカスケードというので、インスリンと IGF-1 が引き起こすこれらのカスケードを成長促進カスケードと名付けることにしましょう。成長促進カスケードは筋肉量と骨密度を維持します。しかし、良いことだけではありません。成長と老化は一続きの出来事です。成人以降、成長が促進されると老化が進みます。それはサーチュイン遺伝子の発現による高老化カスケードの効果とは逆です。さらに、成長促進カスケードは、がん細胞まで成長させ、死亡率を高めます。66歳以上の高齢者の場合、成長促進カスケードが自然に弱まるので、気にしなくて良いのですが、65歳以下の中年は要注意です。タンパク質摂取をめぐっては、筋肉と骨の位置を選ぶか、それとも高老化を選ぶかというジレンマがあるからです。そのジレンマを表にしてまとめましょう。カロリー制限で活性化される高老化カスケードには、オートファジーの促進による寿命延長という長所がありますが、筋肉量の減少と骨密度の低下という短所があります。その短所を補おうと、タンパク質を摂取すると、成長促進カスケードにより、筋肉量と骨密度が維持もしくは改善されますが、がんの成長と老化の促進という好ましくないおまけ付きになってしまいます。2つのカスケードは相互に相手を抑制するので、同時に両方を活性化することは不可能です。そこで解決策となるのが断続的断食です。断食はこれ以上ないカロリー制限なので、高老化カスケードを活性化します。その短所は、断食明けのタンパク質摂取による成長促進カスケードの活性化で克服できます。このように、断続的断食は、2つのカスケードを交互に切り替えることで、それぞれの短所を補えるという点で、アブハチ取らずになっている継続的なカロリー制限より優位にあります。第3章、長時間断食の弊害とその克服法。断続的断食がカロリー制限より優位にあるなら、今日本で流行している16時間断食で良いと思うかもしれません。しかし、16時間断食にはカロリー制限にはない断食一般に共通する弊害があります。それは胆石リスクの増大です。特に女性は男性よりも胆石になる人が多いので、ダイエットに熱心な女性は胆石リスクに注意する必要があります。
胆石とは胆のうにできる結石で、胆のう結石とも言います。胆のうはこの図に示したように、肝臓と十二指腸との中間にある臓器です。肝臓で作られる胆汁は胆のうに一旦蓄えられ、そこで濃縮されます。胃から十二指腸に脂肪分の多い食物が流れてくると、それが引き金となって胆のうは収縮し、蓄えていた濃縮胆汁を総胆管経由で十二指腸に出します。胆汁の主要成分である胆汁酸は、食物中の脂肪分を乳化し、水に溶けやすくし、酵素による分解と小腸での吸収を助けます。胆のう内の濃縮胆汁が結石になる原因はいろいろありますが、長時間の断食や無理なダイエットも原因の一つと考えられています。米国人女性を10年間追跡した研究によると、8時間の断食時間と比べて胆石症になるハザード比は、8時間を超える断食時間で 1.29 で優位に1を超え、特に断食時間が16時間だと、8時間の時と比べてハザード比が倍になるという事実は、16時間断食の大きな弊害と言わなければなりません。胆石症になったなら、胆のうごと摘出すれば根治すると思うかもしれません。しかしそうしたとしても、総胆管結石や肝内結石まで防ぐことはできません。また、胆石症になると、膵臓がんのリスクも増えることが知られています。2016年のメタアナリシスによると、膵臓がんの相対リスクは、胆のう結石で 1.7、胆のう摘出術を受けても 1.31 と優位に1よりも高いことが判明しています。膵臓がんは治療が困難ながんですから、胆石症のリスクを過小評価してはいけません。胆石症を防ぐには、断食中に胆のう内で濃縮された胆汁を排出させる必要があります。そのために必要な脂質の量は 10g 程度です。それなら 10g の脂質を含む低カロリーな軽食を絶食模倣食として断食時間中に摂取すればよいということになります。絶食模倣食とは、絶食の効果を失わせない軽食のことです。満たすべき条件は、まず、成長加速カスケードを抑制するために低タンパク質であること。次に、高老化カスケードを継続するために低カロリーであること。そして、グルコース代謝を抑制してケトン体代謝を続けるために低糖質であることです。この条件を満たすおすすめの絶食模倣食は、MCT オイルの一種であるカプリル酸です。中鎖脂肪酸には炭素数8のカプリル酸と炭素数10のカプリン酸とがあるのですが、ケトン体に変換されやすいのはカプリル酸なので、カプリル酸が 100% に近い MCT オイルを選ぶと良いでしょう。これを断食時間8時間ごとに 10g 摂取すれば、胆石症のリスクを低減できます。10g 程度なら低カロリーなので、3つの条件をすべて満たします。一応エネルギー源にもなるので、筋肉の分解を防ぐのにもある程度役立ちます。第4章、断食時間は何時間が最適なのか。最初で述べたように、断続的断食には様々な類型があります。どの類型にするかを決める上で重要な問題の一つは、断食時間は何時間が最適なのかという問題です。
脂肪が最も酸化される時間帯は、断食を始めて18時間から24時間が経過してからと推定されているので、16時間断食だと高老化カスケードを活性化させるには不十分かもしれません。もとより断食時間が16時間でも1日の摂取カロリーが少なければカロリー制限としての効果はあるでしょうが、高老化カスケードと成長促進カスケードとを切り替える断続的断食のメリットを十分享受できない可能性があります。他方で断食時間は長ければ長いほど良いということもありません。断食時間が長いと、たとえ絶食も飽食を摂取するにせよ、空腹に耐えにくくなるとか、栄養不足に陥りやすくなるとかといった問題が生じますが、それに加えてマイトファジーの効果という点でも問題があります。マイトファジーとはミトコンドリアのオートファジーのことです。ミトコンドリアは酸素呼吸を通して細胞エネルギーを生産する重要な役割を担っているので、マイトファジーはとりわけ重要なオートファジーです。マウスの心臓を用いた実験によると、心臓切片におけるマイトファジーのイベント数は、24時間の絶食で 44% 増加したのに対して、48時間の絶食では、24時間の絶食時のイベントと比較して 50% 減少し、餌を与えた対象群と比較しても 28% 減少したとのことです。人にも同じことが当てはまるかどうかという不確定性はあるにせよ、断食時間は18時間以上24時間以下にするのが適当のようです。断食時間を18時間以上24時間以下にするには、16時間断食では短すぎで、日替わり断食では長すぎということになります。時間制限食の摂食時間帯を8時間から6時間に短縮すれば、断食時間を18時間にできます。断食時間をさらに長くしようとすると、究極的には1日1食ダイエットになりますが、これは最も過激な時間制限食で、いきなりこれに挑戦するのは危険です。まずはそれよりもハードルが低い1日2食の時間制限食から始めた方が無難です。ほとんどの人はそれで十分なはずです。第5章、早期時間制限か遅延時間制限か。時間制限食には摂食時間帯をどの程度の長さにするのかという問題に加え、1日のどこに設定するのかという問題もあります。要するに、朝食を抜く遅延時間制限食を選ぶのか、夕食を抜く早期時間制限食を選ぶのかという問題です。多くの人は朝起きた時には食欲がなく、夕食よりも朝食を抜く方が容易なので、遅延時間制限食を選ぼうとします。しかし、体内時計の観点からすると、早期時間制限食の方が好ましいと考えられています。体内時計の外日リズムの周期は24時間より少し長いので、毎朝リセットしないとフリーランにより起きる時間が少しずつ後退して昼夜逆転の生活になってしまいます。これを防がなければなりません。体内時計の中枢は指向差上角にあって明暗サイクルに同調します。つまり朝起きた時に日光を浴びることでリセットされるということです。これに対して末梢組織の時計は主として食事サイクルに同調します。それゆえ朝食を抜くと中枢時計と末梢時計のリズム感にズレが生じやすくなります。
ズレが生じると様々な病気のリスクが高くなるので、朝食は取った方が良いのです。体内時計の外日リズムを調節するホルモンにメラトニンがあります。メラトニンには睡眠を促す作用以外に、サーチュイン遺伝子の発現を促進する作用、インスリンの分泌を抑制する作用があります。メラトニンの分泌は日中光を浴びることで減り、夜間暗くなることで増えます。そしてこの増減の周期が代謝にも影響を与えます。すなわち日中メラトニンの分泌が抑えられているときには、サーチュイン遺伝子の発現も抑えられ、インスリンが分泌され、かつインスリン感受性が高まります。夜間、メラトニンの分泌が増えると、これとは逆のことが起きます。それゆえ、朝食で糖質を摂取しても、血糖値が上がりにくいのに対して、夕食で糖質を摂取すると、血糖値が上がりやすくなります。また、夜間の絶食時におけるサーチュイン遺伝子の発現も抑制されてしまいます。メラトニンと対照的なホルモンがコルチゾールです。コルチゾールの分泌は朝、私たちを目覚めさせるために増加します。コルチゾールには筋肉でタンパク質を分解し、肝臓でグルコースを作らせる働きがあります。したがって朝食を食べないとグルコース不足を解消するためにコルチゾールが筋肉を分解し、糖新生を促すことになります。これでは筋肉量が減ってしまいます。これに対して朝食時に糖質とタンパク質を十分摂取すると、インスリンと IGF-1 が増え、成長促進カスケードにより筋肉量が維持されます。他方で糖質とタンパク質を夕食時に大量に摂取すると、睡眠中に起きるはずの高老化カスケードが抑制されてしまいます。この点でも夕食よりも朝食を増やした方が良いということです。このことを示すランダム化比較試験を一つ紹介しましょう。太った女性たちを2つのグループに分け、一方のグループにご覧のような朝食重点型減量メニューを、他方のグループに総カロリーが同じ夕食重点型減量メニューを12週間食べさせたところ、体重、ウエスト周囲系、空腹時血糖値、中性脂肪値、インスリン分泌量、インスリン抵抗性、すべてにおいて減少幅は朝食重点型が夕食重点型を優位に上回ったとのことです。したがって朝食よりも夕食を減らした方が良いということです。以上を踏まえた上で、修正早期時間制限食のルールを考えたいと思います。まず、摂取カロリーが朝食や昼食よりも夕食が少なくなるようにし、結果として1日全体のカロリーを減量します。また、朝食と昼食の間隔を6時間とすることで、例えば午前7時に朝食をとったなら、昼食は午後1時に終わらせることで、昼食から朝食までの空腹時間が18時間になるようにします。そして夕食の量を徐々に減らして、最終的に絶食模倣食で置き換えます。これで修正早期時間制限食に移行できます。なお、どこまで減らせるかに関しては個人差があるので、いきなり夕食を抜くよりも少しずつ減らして自分の限界を探る方が良いでしょう。皆さんにとって最適なダイエット法を見つける上で、
この動画が参考になるなら幸いです。このコンテンツは一般的な情報の提供を目的としています。一般に健康に良いとされる方法が個別にも最適とは限らないので、個別での実践に際しては、個別事情に詳しいかかりつけ医等に相談してください。このチャンネルでは、私のコンテンツに興味を持ってくださる方に更新情報をお知らせする長井俊也ニュースレターというメールマガジンを配信しています。登録するには japanese.nagaitoshia.com にアクセスしてください。完全無料でいつでも登録を解除できるのでお気軽に試してください。